皆さんこんにちは。今回は横浜を紹介します。この動画は前編からの続きとなっており、前編では食をテーマに中華街を中心に紹介しました。後編のこの動画はデートをテーマにみなとみらいを紹介していきます。定番スポットから最新スポットまで幅広く紹介するので、ぜひ参考にしてください。まずは山下公園から赤レンガ倉庫ワールドポーターズを通り、2021年4月に運行開始したロープウェイ横浜エアキャビンに乗っていきたいと思います。これがエアキャビンですね。桜木町駅前とこのワールドポーターズ前を結んでいます。せっかくなので汽車道を歩いて桜木町駅前からエアキャビンで戻ってくるという流れで行きたいと思います。ちなみにこの汽車道は1911年から1989年まで利用されていた鉄道の一部を整備したもので、ご覧の通り海を渡る遊歩道として周りの綺麗な景色もあり、良い雰囲気です。ではエアキャビンに乗っていきます。料金は片道大人1000円、所要時間は5分ほどです。列ができていましたが待ち時間は15分ほどでした。やはり綺麗な景色ですね。今映っているのがみなとみらい駅方面で、左の大きな建物がランドマークタワー、右下がコスモワールドになります。観覧車がやはりインパクトがありますね。個人的な感想としては景色は綺麗だったのですが、海が近いだけあり風で結構揺れたので、高所恐怖症の人は気をつけてください。ではこのまま歩いて赤レンガ倉庫方面に向かいます。その手前で夜の夜というイルミネーションが開催されていたので寄っていこうと思います。このイベントは12月25日で終わってしまったのですが、このように幻想的なアートイルミネーションが楽しめました。続いて横浜ハンマーヘッドを紹介します。場所はワールドポーターズから海側に進んだところにあります。2019年10月にできた施設で、食を中心としたファクトリー型の施設となっています。1階にはこのようにラーメン屋や伊藤園のカフェなどがあり、2階には飲食店やオリジナルの板チョコが作れる施設があったりします。また海に面しており景色も綺麗で、奥には、施設の名前ともなっている大きなハンマーヘッドがあります。ちなみにハンマーヘッドとは荷物の積み下ろし用の大型クレーンのことです。すぐ近くにはマリン&ウォークというおしゃれなオープンモールもあります。ではこのまま赤レンガ倉庫に向かう前にみなとみらい駅付近のおすすめ施設を紹介します。まずはマークイズみなとみらいです。みなとみらい駅直結で約180店舗が集まる近辺では最大規模の施設となっています。マークイズの前の通りは毎年クリスマス時期はイルミネーションが綺麗です。付近にはスタバなどもありますので、イルミネーションを見ながらカフェでゆっくりするというのもいいかもしれません。ちなみにこのイルミネーションは2月頃までやっているそうです。そのままランドマークタワーに向かいます。みなとみらいのシンボルタワーで70階建て
高さ296メートルの建物です。ファッションショップや飲食店、ホテルやオフィスが入っており、69階は展望フロアになっています。ランドマークタワーから海沿いに赤レンガ倉庫に向かう道中にコスモワールドがあります。約30のアトラクションが揃う都市型立体遊園地で、入場料は特になく、アトラクションごとにお金を払うシステムとなっております。このスーパープラネットは円盤が大きく回転するアトラクションで、料金は600円となっています。その他にもゲームセンターやお化け屋敷などもあり、橋を渡った先には大きな観覧車があります。この大観覧車コスモクロックは所要時間15分で、料金は大人1人900円。横浜の夜景を一望できるので、デートにぴったりですね。近くにはカップヌードルミュージアムもあります。最後は赤レンガ倉庫です。ここは100年以上前に建てられたデートの定番スポットですね。まずは毎年人気のクリスマスマーケットに入っていきます。撮影日は11月27日でしたが、たくさんの人がいますね。手前のエリアは雑貨屋中心となっており、奥に進むと飲食店があります。ちなみにこのクリスマスマーケットは12月25日までですので、今年度の期間は終了しましたが、毎年恒例のイベントですので、クリスマス時期に行く場合はぜひ行ってみてください。さらに奥には大きなツリーがあり、とても綺麗です。この周りを取り囲むように飲食店もあり、ビールやホットワインなどが楽しめます。夜ご飯は赤レンガ倉庫の中のお店を予約しているので、向かっていこうと思います。このお店は雑誌のルルブにも載っている有名なお店で、店内の雰囲気も良く、生地から手作りのピザや熟成肉、クラフトビールやワインが美味しいお店で、デートにぴったりなお店です。ちなみに当日そのままお店に入ろうとすると待つことになってしまうので、デートの場合はあらかじめ予約することをお勧めします。最後にまとめとして横浜観光のおすすめコースを紹介すると、一つ目は中華街を含めた丸1日で横浜全体を回るコースの場合、中華街、山手エリア、山下公園からみなとみらい方面に向かい、エアキャビン、ハンマーヘッド、赤レンガ倉庫あたりがおすすめです。2つ目として午後からなど半日でみなとみらいを楽しむ場合は、みなとみらい駅付近からマークイズ、ランドマークタワー、コスモワールド、ハンマーヘッド、赤レンガ倉庫あたりに行くのがおすすめです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった、役に立ったという方は高評価、コメント、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた。